今年も恒例2023年度ノッチゲーム大賞を開催いたします。今年は恐ろしいほどあっという間に時間が過ぎていった感覚なのだ。今年の傾向としてはメンバーが多忙のため4人対戦が減ったこと、そのため2人対戦が復活しました。結果的にビッグゲーム対戦がかなり減りました。現在新メンバーとして2名が候補に上がっているのだ。しかし現在でも汚い絵面がさらに小汚くなる可能性が高くなるのだ。ギャルをメンバーとして迎え入れればいいのだが、知り合いは小汚いおばはんばかりなのだ。そんな感じの怒涛の2023年でしたが、名作もたくさんありました。やはり鉄壁の国津屋先生、その他にウォレス先生のあのリメイクとか、今年の大賞は予想が簡単なのだ。それではご覧ください。ハイソサエティあこちらが良かった面白いこれ。あ、降りるんか。もう降りるしかねえな。もう降りるしかねえな。国津屋作品の中でも一番簡単な部類に入るのがハイソサエティ。しかし内容は非常にシビアで、手だれゲーマーでも痺れるようなゲーム感に圧倒されると思います。うちのゲーム界では競りゲームといえばハイソサエティなのだ。求めやすいお値段で現在も販売されているから、興味がある方はぜひ遊んでみてほしいのだ。モダンアート。これが美味しいかな。あ、でもこれをいくかやっぱり。まず1位ですもん。はい。はい、どうぞ。はい。オークションの競売人のくせになんかせこい上げ方する。5本ぐらい一気に上げんと。31？いらん。紙くずなとどうかな。うん。緑来る？ムーブメント去ったような気がする。はい、31です。終わりました。はい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 。水来るよまだ。ハイソサエティに続き、国津屋先生の傑作ゼリゲーム、それがモダンアートです。5種類の競りが楽しめるため、飽きることがありません。1ゲームの中にトレンドがあり、後半になるほど高額の競りになってくる特徴があります。ライバルにあの手この手で買わせるのもこのゲームの魅力。自分が欲しくない絵画をライバルに買わせるのもプレイヤーの営業力と実力の一つなのだ。はい。なんぼ？31。もうブーム終わったろそれ。ビアネビュラ。化石の森。はい、ありがとうございます。もうやめてもうしょうがねえな。で、通れるよな。おお、つながった。おお、通ったな。終わったかも。上記の時代やブラスなど、ゲーマーズゲームを多く世に送り出したマーティン・ウォレス先生のビアネビュラ。歴代の作品群と比べると、びっくりするくらい簡単なルールなので、初心者様にも安心しておすすめできる一品です。長期の時代で遊んでいると、あまりにもきついゲームなので、体調を崩すメンバーが多いのだ。その点、ビアネビュラは軽めの仕上がりなので、何度も遊んでみたくなる魅力があるのだ。マハラジャ。俺からだ。なんで？3番。あんたが。くそ。1もらうよ。家補充2個するな。
払うもしかな、まあ一緒だけど。はいはい。こっち行ってどうしようか。ここだったね。あでもまあいいや。こここれ2点。どうしとこう。あ、そうなんだ。4点5点。何年いってんの？ 6。バンモと一緒のバンモも6だ。あほんま？くそー。クラマー先生特集でも取り上げたマハラジャがゲーム大賞でも大人気でした。うちのゲーム界では今や殿堂入りが決定。メンバー内でも未だに評価の高い傑作です。古いゲームに興味があって探してでも遊んでみたいという方はぜひプレイしてほしいのだ。9もらって。ディナーズトレイル。上がったぞ今度は。10だけここだ。飛んでる。なんかトシちゃんもマッチ。今の高値のうちに俺が今そこ行こうと思ったのに。これなんもねえんじゃん。もう取った。さあ4か。1234。何個取るの2自分で稼いでるの。あでも金かかるね。知っとるよ。 5かかるんだろ。ここだってもう水減らす方向ねえもんだ。6、7。 8。もうそれ以上ねえわ。いいな。もう掘る穴もねえわ。もうとしたもマッチももうよっちゃもねえよ。あ鉱山採掘は水との戦いということが痛いほど理解できるゲーム。それがティナーズトレイルです。ウォレス先生の作品はビアネビュラ同様、うちのメンバーにも根強い人気があります。時間とアクションが絶妙にマッチしたオレス先生の意欲作。審判が入手できるうちに欲しい人は買うといいのだ。5。あもっと安しとけ。もうバスコバガマ。ギブしても2か。一緒やな。どれか。4戻した？どういうこと今4払えよったら。 4払った。もうこんねお金ねえ。もう一気にお金がなくなって予定が来るんだけど。さっきからプラス2番なりおるけマイナス取らんようになる。でもマイナスになるかもしれんね。すげえリスクだな。はいリスクだ。またこっち来たし。帰る前やな。もう何言うんじゃったらマイナスだかもしれんのに。10番パンチ。どうした？なんでやめた？ソダピンポンなった。そんなことないんだけど。金隠ピンした。ポンなったな。隠した。それはみんな非公開。俺後悔したのに。イタリアの奇才、パオロ・モリ先生が作った大航海時代を舞台にした傑作ゲームの一つです。森先生は、リベルタリアやシーサー、ブリッツクリーグと多くの名作を世に送り出したゲームデザイナーとして有名です。バスコダガマは当時システムがとても斬新だったのだ。ワーカープレイスメントのゲームはたくさんあるけど、アクションを番号順に実行するという仕組みは今でも新鮮なのだ。俺が困る。ブランク。どうしよう。ここに行ったらもう勝手にうん自動的に取れる。アイテムだけそれ。下に降りるかもう捨て札をするかしかねえけどうしようか。ど。6回と一緒に。どうしようかな。これいいのかな。言い方がおかしい。
いいのかな。魔ちょ法書っと A コンだったな。聞いてワープする。おい。でこう最後の1個でここへ行く。それ何？これは言うのよ。うん、それダメージを受けて。ダメージかな。ダメージを受けるよ。ちょっとでこれと取られた。でこれが上がるの？上がる？立つわ。もう。ああ。取りやがったねおい。パモっとんな。ダンジョンに降下し、お宝を獲得。そしてまた、地上に戻るまでが、クランクというゲームです。お宝を奪うたびに、ドラゴンの怒りが上昇。誰かが負傷、もしくは生還したら、ドラゴンのタイマーが発動します。ドラゴンの怒りが発動して5ターン以内に戻らない場合、全員ゲームオーバーになるのだ。拡張も充実しているので、このゲームシステムに魅了された人は長く遊ぶことができるのだ。本気な。クランクを2枚マイナスにできるんだけど、もともとねえしよ。ありゃ今週の今週のスポスポットライットライト。今週のスポットライトは何でしょうか。今年は本当に何にも収穫がなかったのだ。何にもないので、マモがカセットプレイヤーを買った話を入れることにしたのだ。面白くないと思った人は早送りするのだ。ラジカセ買ったわ。出た。どんなカセット聞きともらって。カセットある？あるよ。いっぱいある。急に聞きともらってカセット聴けるやつは？ラジカセットいっぱいあるけ。おーラジカセ欲しくなって探したらな、ねんよこれがまた。ニカロ高いやつか安いやつかどっちかしか。でウォーク回ってよくは使うとウォークも壊れとるし。うちまだデッキがあるわ。カセットデッキ。あ、ウ動くスリーヘッドや。昔の高級機。動く。動こう。こんぐらいのやつ。もうなんていうの、単体でこんぐらいある。そうそう、それうちものねえけ。赤いじゃん、赤い。懐かしい。なんかもしれん。なんかそれ前なんか話したかな。駆動するとこがな。ゴルフがもう使うとるうちのウォークマンがその全然動かんけ。うん。で修理するのに1万2000円ぐらいかかるじゃん。買えるか。買ったのはだって多分そんなレコーダー聞かんなかった。レコーレコードもあるけどド。カセット聞きてって何が入っとった色いっぱいある。歌謡曲歌謡曲ロシアマッチそのスコーピオンズから全部ある。いやいやいやカセットもあるけ、まあ聞いてみようかな。でなんか当時いろいろあった人からもらったなんか詰め合わせみたいなのとか。あ昔インレタイってやるだろ、背のとこああそうそのやつもあれ凝ったやつあろう。そうあれどこ行ったかいろいろもらったやつがいい。なあ、ちょっとそこにあるな、その棚に。カセットは現在ほとんど見かけなくなりました。その昔のっちは好きな子にカセットで編集したベストアルバムを送ったことがあるのだ。おお、勇気を振り絞って私、次の日に感想を聞きに行ったのだ。それで、のっちくん。私こういうの聞かないから。と言われてカセットを突き返されてしまったのだ。ちなみにこれが当時のセットリストなのだ。それでは第3位の発表に戻ります。スカウト、こっちですよ。こちらバランバランにや。ようくれとるな。くれとる。ちょっとよしこれ行こさすがや。う。A4くれてねえんじゃねえさっきくれとる。
勝つの出た時点でもう終わりな。ゆかも出すで。終わりです。でこれはどんなんなの？僕は取れるの？取れる。取れるの？で終わり？うわなんでしょーちょっとこれ見て、俺のこれ。もうええ。これで華麗に決めた。メンバー全員が今年一番衝撃を受けたカードゲーム、それがスカウトでした。よくある大富豪風ゲームに見えますが、プレイ感はスピーディーで全く違います。スカウトは今後うちの定番ゲームになることは間違いないのだ。さっと出して誰でもすぐに遊べる簡潔なルールが素晴らしいのだ。もう出せるのがテンパっとるっていうの上がりやったの。分かったって言われた。袋の中の猫。分かった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 何何が分かった逆じゃないです。また逆置いとんね。逆転正しく逆に置くな。正統派じゃけえな。逆張り人生だけな。ママ様も逆張り人生。はははって言われてる。砂のような顔。俺のんだろこれ。なあ。俺見事やな。ちょっと面白い。電力会社などの名作を多く世に送り出した奇才、フリードマン・フリーゼ先生の名作カードゲームです。うまくブラフを使い、相手を出し抜き、いらないものを押し付けましょう。パーティーゲームのようでいて実はシビアなブラフゲーム。欲しくもないものをつかませられた時の何とも言えない感覚は本作でしか味わえない楽しさなのだ。オープンしますね。1位は、ワーリングウィッチクラフトでした。青が減っとる。青が減っとんだよ。それなかなかオナホロはせんな。簡単にや。すげえ。何いやだってこれさっきいっぱいまでだったよ。もうこんななったよ。あんなに溢れる寸前だったね。もう一気にのうなってるし。はいかまここれが待って待って。おかまの交換です。 Oh my god! おかまです。あ、今のやっぱり変か。今の時点で2枚しかないっておかしいよな。さあそれじゃその一番上が手持ちじゃん。こうじゃん。そんなことだ。できたぞ。もうまだあかんなって。緑がドラーッときそう。赤送り込んでも無駄かなもう。なんか大量に処理されおるし。スウェーデン在住、エリック・アンダーセン・サンデン先生の名作、それがワーリングウィッチクラフトです。今年メンバー内でも、最も評判の高かったゲームで、リクエスト回数は過去最多でした。隣のプレイヤーをバーストさせるという仕組みは、どこかぷよぷよを連想してしまいます。YouTube に上げた動画に三連先生がコメントをつけてくれたのだ。わざわざコメントをつけてくれる先生には感謝しかないのだ。溢れた。溢れた。ラジ終わりです。楽しそうな。いかがだったでしょうか。今年のノッチゲーム大賞は
ワーリングウィッチクラフトでした。ワーリングウィッチクラフトの仕組みは斬新で楽しく、メンバー全員が遊びたがる中毒性も持っていたのだ。今年はビッグゲームが少なく、小粒なゲームが多かった気がしますが、内容は意外と充実していたように思います。バモは今年も魔物のままだったのだ。やはり米軍基地で改造してロボコック化するしかないのだ。それでは、皆さん、今年1年、視聴していただき、ありがとうございました。来年もまた皆さんに喜んでもらえるような動画をアップしていくのだ。それではまた来年まで。バイバイ。